どうも皆様、魅惑のスクミズ探偵、シュピンネギズミルークスでございます。今回のスクミズ探偵は少々 SF の要素を入れまして、ロボットなどが登場します。そして、凶器もまた少し特殊なものが使われますが、しかしどんな舞台であっても、犯人との知恵比べには頭を使うことが必要です。私はもちろん頭を使いますが、今回は犯人もまた特に頭を使った事件。なかなか手強そうです。やあ、よく来てくれたな。どうも、Python 教授。こんなところまでこそ苦労感謝するよ。まあちょっと私の車はいろいろあって、今回はタクシーを使いましたが、しかし本当に周りには何もないですね。万が一事件が起こってもこれじゃ外からの目撃は期待できないですよ。ははは、まあ事件など起こることもないだろう。人里離れてると平和なもんだ。それで、何でも私の脳波を測らせてほしいとのことですが。まあ詳しいことはまだ秘密なのだが、ぜひ、名探偵殿の脳波を研究の参考にしたくてな。しかし現行のロボットの陽電子頭脳に人間の脳波なんて応用できるものなんですかね。はあ、まあ、いろいろとな。なるほど。まあ、雪も降ってるし、とりあえず中に。お、そちらの方が今回の。そうだ。はじめまして、僕はスウィフト。まあ、研究者の端くれです。はじめまして。いやー、しかしすごい研究室ですね。はは、どうだ、いかにも怪しげだろう。まあこれでも帝都大学ともつながりのあるれっきとしたところですけどね。教授、バッテリーをお持ちしました。こう、ちょうどいい。おや、こちらの方はもしかして。はあ、かなり旧型だが、ここで作られて働いているロボットだ。正式には、コモンオペレーションブロック、トリエンテッド、メーバーだ。通称はコボルだ。はじめまして。実際に動いているロボットを見るのは初めてですよ。では、バッテリーをそっちの脳波計測装置につないでくれ。はい、かしこまりました。やはりこのロボットも例の三原則が。そうです。ロボットの陽電子頭脳には必ず搭載されています。確か、第1条。ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならない。まあ、見殺しにするのも許されないということですね。もちろん、機械は安全でないとな。第2条。ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならない。ただし、与えられた命令が第1条に反する場合はこの限りではない。まあ、殺人を命じることは当然できませんね。事後の共犯者としてなら第1条にも反さないのであり得るかもしれませんが。第3条。ロボットは前形第1条及び第2条に反する恐れのない限り、事故を守らなければならない。これも大事なことだ。やはり、製品が簡単に壊れてはいけない。準備できました。では、こちらの椅子にお願いします。なんだか洗脳装置みたいですね。はは、見た目は確かにな。
精神科の分野の RTMS 治療や ECT 治療もそのような誤解をよく受けると聞くが、もちろんただ測るだけで脳に影響を及ぼしたりはしないので安心してください。はい、終わりましたよ。おや、スイフトさんは、 2階の部屋でやることがあるそうで交代したんですよ。私はルビーと申します。なるほど。それに探偵さんが来ることなんて普段ないからちょっと見てみたくてね。実は私もそうなんです。おや、あなたは？皆様からは C++ と呼ばれています。もしかしてこちらも？は、これこそは今も研究中の最新型ロボットだ。はじめまして、探偵さん。どうも。まあ私なんてそんな大したものではないですけどね。そんなことないです。生徒の会社で起こったエレベーターの殺人事件も解決したとか。あまりそういうニュースを見ちゃいかんと言っておるのに。まあともかく脳波の計測に協力してくれてありがとう。いえいえ。しかし椅子で動かないでいたらかえって疲れますね。それなら給湯室で休むといい。しかしわしは少し片付けてから自分の研究室に戻らないといかんな。私もそろそろ。そうだ、C++ ちゃんに案内してもらいましょうか。はい、お任せください。それで給湯室というのはどちらに？はい。この建物の今いるのがこの部屋で、入り口と階段も近くにありますね。給湯室はこの真ん中のところです。ちなみにさらに奥にはパイソン博士の研究室と倉庫などがありますね。なるほど。ここが給湯室ですか。やあ、C++か。どうも、タバさん。あ、はじめまして、シュピンネです。茶葉だ。話は聞いてるよ。脳波計測の被験者が今日来るとか。タバさんの入れるコーヒーはとっても美味しいんですよ。いやいや、ちゃんと豆から入れればあれくらいは簡単だ。お、豆からとはこだわってますね。ああ、電動のミルを使えば大した手間でもない。風情はないがな。では私はこれで。ありがとうございました。しかし雪が降ってますね。塀が高いので1階の窓からは空が見えませんが。窓はほぼ換気のためだからな。別に外が見えなくても構わんのだ。なるほど。予報ではそろそろ雪も止むはずだがな。お、雪が止んだな。そうですね。そういえば給湯室は扉がないんですね。これならこの廊下を通る人がいれば必ず目につく。ああ、そうだな。お、パイソン教授が通っていく。少ししたら自分の研究室に戻ると言ってました。大変だ。来てくれ。どうしました？倉庫に。行きましょこれは。C++ が一体何が。足が倉庫に行ったらもうすでに。
被害者が極めて特殊ではありますが、これは事件と言えるでしょう。調べさせてもらいます。さて、破壊されたロボット C++ の頭部からは青い出血があるようです。主成分はヘモシアニン、酸素運搬に関わるものですね。こんなものがロボットに使われるのは聞いたことがないのですが、まさかこれは完全なロボットではないのですか？ふむ、それは。それに C++ さんにはいくつか不自然な発言がありました。まず、デートの会社で起こったエレベータの殺人事件も解決したとか。あまりそういうニュースを見ちゃいかんと言っておるのに。その手のニュースを見るなと言われているのに見ている。つまり命令へ服従していない。ロボット三原則第2条に反しています。それに、タバさんの入れるコーヒーはとっても美味しいんですよ。コーヒーについてまるで味を知っているかのような言い方をしている。ロボットがコーヒーを飲めるはずがありませんからね。これも不自然です。さすがは探偵だ。こうなっては仕方ない。本当のことを話そう。わしにはかつて娘がいた。名前を C という。この研究所の者とも仲良くしていて大切な娘だった。しかしもともと体が弱い上にある事故で通常の方法での生存は絶望的となった。通常の方法では。その時ロボットとは別に研究していた人体の機械化技術があった。人体の機械化。つまりこの C++ はロボットではなくサイボーグなのですか？そうだ。脳とごく一部の脊椎のみを半生体パーツで包み、頭部のみでの生存を可能にした。頭部のみ？体は？生体パーツを使っているのは頭部のみで、それ以外の体はロボットと同じ規格で作ってある。ロボットと同じ規格。例えばコボルトもですか？そうだ。あくまで生体部品は頭部だけで完結していて、胴体との接続、体を動かす信号などは完全に共通だ。実際 C++ の胴体が破損した時、間に合わせでコボルの体をつけて動かしたこともある。その逆も可能だ。酸素運搬に使っている青い血、ヘモシアニンなどそういった生体部分は頭部だけで完結しているからな。単なるロボットの破壊ならまだしも、サイボーグとなると立派な殺人事件ですね。被害者 C++ は通常の人間でいう脳幹にあたる半生体パーツが撃ち抜かれたようです。それにより脳細胞が壊死して蘇生不可能となっているので、これをもって死亡と断定します。撃たれた瞬間に動けなくなって即死と考えていいでしょう。凶器となったのは試作品の熱線銃。充電に時間がかかって一発しか撃てないそうですが、反動や銃声が少ないなどのメリットがあるようです。これはちょっともう一度充電してもらって後で試射してみましょう。さて、死体というか残骸というか、体は両足と右腕、頭部が外されています。頭部だけは体から少し離れた場所にあります。下に敷いてあるのはビニールシートのようですね。床に血痕はありません。さて、一応ロボット三原則が適用されないサイボーグとなると自殺の可能性もありますが、この体の分解は自分でできるものなのですか？一応はできる。各関節はカプセル化されたモジュールとして独立していて、外すのは難しくない。やろうと思えば自分で両足と右腕を外して、最後に残った左腕で頭部を外すことは可能だ。しかしそこまでだ。そこまで？体に動く命令を出しているのは頭部だから、頭部を外した時点で動けなくなるだろう。そうなったら熱線銃を使えない。逆に
熱線銃で脳幹パーツを撃ち抜くのは即死なので、これもやった瞬間動けなくなる。そしたら今度は頭部を外すのが無理だ。自己分解と自殺、どちらもやった瞬間に動けなくなる行為だから、仮にできたとしてもどちらか片方だけだろう。確かにそうですね。となると、殺害と分解、どちらか片方あるいは両方ともは犯人の手によるものなのでしょうか。他に現場で気になるものといえば、この南側の窓が開いていることでしょうか。事件と関係あるかはわかりませんね。まあやはり窓の外は塀があるので大したスペースはありませんが、少なくとも窓の下に不審な足跡などはないようですね。倉庫にはいろいろありますね。歯車やら基板やらケーブルやら、ずいぶん長いケーブルもありますね。5メートルくらいでしょうか。まあそんな長いケーブルがいることもある。この研究所ならそれくらいはどこにでもある。ふーむ、何か使えそうなものもあるのかもしれませんね。では現場と各人の居場所を整理しましょうか。さて、まず私とジャバさんは給湯室にいました。その時、給湯室の前を通るパイソン教授を見ています。それ以外は誰も給湯室の前を通りませんでしたね。そして倉庫には裏口があります。外を通ることになりますが、雪が止んだ後はしっかりと足跡が残るようです。残っていた足跡は C++ さんのものだけ。玄関から出て裏口に向かい倉庫に来たようです。ちゃんと C++ のフットパーク、レッグパークと完全に一致する足跡です。これ以外の足跡やその他雪の上に不審な痕跡は一切ありませんでした。コボルは1階のこの部屋にいるのを事件後に発見しました。それまでどこで何をしていたか聞いてみるのもいいかもしれませんね。そして2階の部屋ですが、ルビーさんはここの部屋、スウィフトさんはこちらの部屋にいたようです。スウィフトさんの部屋は現場の真上ですから、何か不審な物音でも聞いていればいいのですが、どうでしょう。何か音が聞こえたりとかはしませんでしたか？何か聞こえた覚えはないですね。特に熱線銃は銃声がほぼないですし。まあそれもそうですか。じゃあパイソン教授の部屋の窓からは何か見えませんでしたかね。例えば倉庫に向かう被害者とか。いや、窓の外にトレーラーが止まっているだろう。今はこれが窓の外をほとんど塞いでいるので何も見えなかった。確かに1階のこの辺の部屋はこのトレーラーと塀があるので、どの部屋も空すら見えませんね。まあ窓の外には一応出られる隙間はありますが、どの道足跡などは被害者のもの以外ないですからね。さて次はコボルにも事情聴取をしてみましょう。というわけでいかがでしょうか。犯人はこれ以上は罪を犯す気はないと言っています。私は何かさせられたのか言うことができません。言えない。なぜだ。申し訳ありません。犯人の口封じと我々の事情聴取、これはどちらも人間からの命令であり、ロボット三原則で言うなら共に第2条。さらに言うなら、もう罪を犯さないという犯人を殺人犯であると告発するのは、それもまた人間への危害にあたり、ロボット三原則では第1条にあたります。だから、事情聴取のための命令のポテンシャルが、口封じの命令を上回ることができないのです。それは。確かに、人を精神的に傷つけることが人間への危害にあたるため、傷つけぬように嘘をつき続けたロボットもいたらしいからな。それに、文章の構成に関する事件で、裁判において偽証したロボットまでいますからね。まあそれはともかく、このコボルは被害者 C++ がサイボーグであることは知っていたのですか？はあ、知っている。
となると、殺害そのものはもちろん第1条違反ですからできませんね。仮に何かさせられたとしたら、やはり事後の証拠隠滅に関する部分でしょうか。私は、もし何かをしているのだとしたら、それは何なのか。まあ、調べればおいおいわかるかもしれません。さて、熱線銃の再充電も終わったようなので、試射してみましょう。何か的があるといいのですが。このヘルメットとかどうかしら。C++ ちゃんの頭部と同じくらいの丈夫さはあるわ。いいですね。では早速。凄まじい威力ですね。貫通して壁にまで穴が開きかけている。その上、銃声と反動がほとんどない。レーザーはまっすぐ飛ぶので精度もかなりいい。だが威力が高くて護身用には過剰すぎるし、兵器としては充電して一発しか撃てないのがネックだ。だから失敗作として倉庫に放棄してあったものだ。いつ持ち出されたかはわからん。昨日のうちに持ち出されたということも十分ありえますね。となると、そこからの犯人特定は難しそうですね。では最後に、ないとは思いますが、一応熱線銃の弾痕などがどこかに残っていないか探しましょうか。見えるようなところに弾痕はありませんでした。床に積もった埃から見て、大きく動かされた家具もないようですし、何かの後ろに隠しているということもなさそうです。塀にも弾痕はありませんでした。屋上も一応調べたのですが、やはり何もありませんでしたね。それと屋上はそもそも雪の上に足跡が全くなく、雪が止んでからは誰も立ち入っていないようです。まあ調査はこんなところでいいでしょう。それでは全員を集めてください。はあ、わかった。さて視聴者の皆様、今回は被害者や凶器など特殊なものに溢れた事件でした。しかしそれでもロジックは通用するはずです。ということで、私は視聴者に挑戦します。ここまでで推理に必要な材料は視聴者にも全て提示されました。C++ の頭部を破壊し、C を殺害したのは誰なのか。自信のある方はぜひこの事件の犯人を指摘していただきたい。もちろんその他感想などなどコメントは大歓迎です。それでは解決編もご期待ください。シュピンネ・ギズミルークスでした。